Baby it's you 無限へと散らばれ始まりの合図に消えがして 세계 널 무너뜨리고 소리치면 돼 내게 no more drama Got me started in my house my lens 見つけたよ心が Yes like my home my home Inter FM 897 Utah at home みんなおかえり。インターフェム897 NCT127 ユータのユータアットホーム。毎週金曜日の夜11時、僕 NCT127 のユータが DJ を担当しています。みんなおかえり。改めて2回目。最近どう過ごしてますか？元気ですか？最近の僕はですね、最近ゲームにハマってるってよく言ってるじゃないですか。でそのゲームの一つに桃鉄っていうゲームがあるんだけど、桃鉄にも最近めちゃくちゃハマってて、友達とね、桃鉄ってオンラインゲームもできるんだ。だから日本の友達ともたまにする時があるんだけど、あのゲームあれだね人を呪わば穴二つっていう言葉がよくあるじゃん。その言葉がめちゃくちゃ合うゲームだなって思ってるんだけど、めっちゃ楽しい。でそれにめちゃくちゃハマってて、俺ね、桃鉄でね、最近283億借金したことあるから。そう、友達にやられてね。最近日本にいないから、その友達と久しぶりにしたわけ。でも、その友達、あいつ、ああいう部分あったなとか思いながら、桃鉄、最近めちゃくちゃしてますね。そう、あとはね、最近は映画をね、めちゃくちゃ見てます。映画を6本、7本見たから、昨日もソニック知ってるみんな。ソニックの映画を見たり、あと、Catch Me If You Can だったかな。Catch Me If You Can と、あと最近めちゃくちゃ印象に残ってる映画は、Love Actually ってみんな知ってるかな？ Love Actually っていう映画だったりを見てますね。やっぱ映画って最近なかなか外出れないから、ちょっと非日常を感じたいなとか、あとこういう景色とかこういうストーリー見たいなって思う時にすごいいいなと思ってめちゃくちゃ見てます。みんなもなんかおすすめのアニメだったり映画だったり、あとゲームね、最近ゲームめちゃくちゃしてるからゲームだったりっていうのがあればなんか教えてほしいなと思います。あとめちゃくちゃ唐突な話していい？みんな幽体離脱したことある人？俺ね、幽体離脱したことあんのよ。めちゃくちゃみんな体験したことあるかなって思ってて、みんなも俺結構ね不思議な体験をしたんだけど、ちょっと話させてもらっていい？皮膚科に行ってる時だったんだよね、あれね。皮膚科に行ってる時に寝てたのよ。で寝てて、俺幼少期の頃から寝てる時に体にねこう違和感を覚える時がたまにあるので、その時もこう寝ててこう体が熱くなってくるわけ。体が熱くなってきて、でこう膝がねこう揺れる感覚になるわけで、その感覚が結構ね悪くない感覚なの。だからそれを楽しんでたらいきなりねこう体がこう軽くなる感覚になって、ふーって体が浮き出したの。これマジだよ。で浮き出して、で俺自分の体を見たわけで、自分の体を見て、その時に俺空飛べるわと思って、空飛ぼうと思って、俺の体から出ようと思って、こうバーって起き上がろうと思ったら、その寝てる体から行くなっていうこの信号を感じたわけで、怖くなってまた自分の体に戻ったっていう幽体離脱した話があったんだけど、これめちゃくちゃすごくない？でメンバーだったり友達に言ったら絶対嘘だって言われるんだけど、これ本当なんだよね、マジで。みんなもなんか不思議な体験とかなんかあったら教えてほしいなって、そう急に思いつきました今。その他にもなんかいろいろなね、みんなの不思議体験だったり、こういうことあったよ、ああいうことあったよっていうのがあれば、僕にどんどんね皆さんの声を届けてほしいなと思います。番組ハッシュタグはゆうた897。
ゆうた897、メールはゆうた897 @interfm.jp、ゆうた897 @interfm.jp です。ちょっと今ユータ離脱の話したから声低めに言いましたじゃあまずは1曲目をお届けしようと思います。 NCT127 で Running to You。 インターフェム897からお送りしている NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 DJ は NCT127 のゆうたです。お送りしたのは NCT127 で Running to You でした。はい、じゃあ続いてのコーナー行きたいと思います。今週最初のコーナーは今週のなんでやねんです。これね、なんでやねんって思ったことを言うっていうコーナーなんだけど、俺めちゃくちゃあるのよ。さっき話した桃鉄の話ね。桃鉄の話もなんでここで借金こんなに背負うねんとか、あとね、やっぱり未だに理解できないのはテイリ兄さんの運動するっていう話をしたじゃん。で、この前も結構朝早くの収録だったわけで、その収録にもかかわらずもうね、出発する15分ぐらい前に起きんので、15分ぐらい前に起きて、さすがにこの時間からやらないでしょと思ったら、いきなりもう顔も洗わず、いきなりダンベルをね、10キロぐらいのダンベルを重いのを握りしめてテイルズバタフライをするわけよ。で、そのテイルを見て朝一のなんでやねん出ましたね。言ってないよ、心の中でなんでやねんって思いましたね。どんどん言っていくよ。めちゃくちゃあるから。俺が住んでる宿舎が10階なんだけど、で10階メンバーの中で起こってる今騒動っていうのがあって、この騒動は何かっていうと、家政婦さんがいるんだけど、俺らの冷蔵庫の中に家政婦さんがトウモロコシ茶っていうのをね買っていつも準備してくれてるわけだから、冷蔵庫開けたらトウモロコシ茶が20本ぐらいいつも用意されてるわけよ。で、俺らそのトウモロコシ茶がめちゃくちゃ好きだから毎日飲んでる。もう毎日 2,3 本飲んでんだけど、そのねトウモロコシ茶を誰かわかんないんだよ。誰かわかんないんだけど、ひどい時はもう一口二口飲んで、ソファーの上とか机の上とか、そうベッドの上とかにね誰か置いてる人がおんのよ。で、これまあ真っ先に俺疑われるよね。俺なんかほら、歯磨き粉口の周りについてるとか、歯磨き粉の蓋を閉めないとかで有名だから、俺がで真っ先にトウモロコシ茶の犯人も俺じゃないかっていう話になって、まあそれで俺一回なんでやねんってなるじゃない。なんで俺やねんってなって、で、いや俺じゃないよって言ったんだけど、みんな誰かわかんないんだよねまだ。で、今日の朝を見たらなんでかわかんないんだけど、トウモロコシ茶2口ぐらい飲んで、また冷蔵庫の中にしまってあるのが3つぐらいあるの。これマジでなんでやねんじゃないみんな。で、誰やねんって、その犯人誰っていう。でもまあ犯人探しはねしたくないので、まあ俺はしないけど、多分マークだと思います。はい、多分だよ。で、そうこれもね、なんでやねんな。ラジオもう始まって1ヶ月ちょっと経つじゃん。で、1、2回目の時ね、棒読みがひどいってめちゃくちゃ言われたわけ。友達とか家族とかにも。ロボットかっていう話があったじゃん、くだりで。くだりで俺がまあ確かに聞いてみたら、まあロボット感ちょっとあるなと思って、ちょっと反省したわけ。反省して、じゃあ次はもうちょっと自然にやろうっていうことで、俺のラジオどうっつって、2回目3回目4回目5回目どんどん良くなってるでしょって言ったら、友達が知らんよって言われて、で俺がどういうことって言うじゃない。じゃあ、いや1回目しか聞いてないしって言われて、それはなんでやねんって思いましたね。1回聞いたら最後まで聞いてよって思って、なんでっつって、俺が、いやチャンスは1回でしょって言われて、友達にマジでなんでやねんプラスちょっと落ち込みましたね。っていう話なんですけど、最近のなんでやねんで言えば、なんでイヤホンってあんなに絡まるのなんでやねんでしょ。で、炭酸水ってなんであんなにすぐ破裂すんのなんでやねんでしょ。
でアメリカーノとかアイス頼んだ時にホットたまにくんのなんでやねんでしょ。でご飯頼んだのに住所間違いしてる自分になんでやねんでしょ。AirPods Pro 買った次の日になくすとかなんでやねんでしょ。もう言ったらキリがないぐらいなんでやねんがありすぎるの俺。そう、自分に対してもそうだし、そのものに対してもそうだし、まあその2つが多いかな。みんなもなんでやねんって日常にねすごいあると思うんだけど、そのなんでやねんもね教えてほしいですね。面白いなんでやねんがあればぜひ俺に教えてください。やっぱなんでやねん喋り出したら関西弁が出ちゃうね。それではここで2曲を紹介しようと思います。 NCT127 でグッドシング、そして NCT ドリームで GO。 インターFM897 からお送りしている NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 DJ は NCT127 のゆうたです。お送りしたのは NCT127 でグッドシング、そして NCT ドリームで GO でした。はい、次のコーナーはですね、以前〇〇に代わる新しい言葉を考えようというコーナーがあったじゃないですか。で俺がそのくしゃみした時に bless you に代わる言葉 bless myself からのやしゃせっていうね bless これねで誰かがしたら bless you って言うじゃん。で自分がしたら bless myself いらっしゃいませだからねという話をしましたが、皆さん使ってもらってますでしょうか。これ使ってるみんな。これ俺ねちょっと期待したのよ。いらっしゃいませがツイッターのトレンドになるかなってなってないからみんな使ってないなと思って、やっぱ恥ずかしいよねこれね。だって俺も恥ずかしいもん。まあ太陽さんのつぶやきね紹介しようと思います。お母さんにいらっしゃいませって言われたら無視されたということなんですけど、いやめちゃくちゃ無視されますよ。僕もすごい無視されます。たまに嫌悪の目で見られることもありますし、でも初めてのことをするっていうことはそういうことだからね。だから太陽さんそれもいい過程です。そうその先のトレンド入りを目指しましょう。いらっしゃいませいらっしゃいませということですね。皆さんのつぶやきは昔トンネルさんの番組でいらっしゃいませがエアロスミスに聞こえるって言ったんだけど、そうなの？いらっしゃいませいらっしゃい。確かにね。そのうちくしゃみしたらエアロスミスになってるんじゃないだろうかということですが、いやなってません。いらっしゃいませです。それはエアロスミスにはならないですね。そこは断言しておきます。なりません。はい。そして次いきます。その時にこの番組のリスナーの名前を作ろうという提案をしていましたが、いくつか回答をいただいていますので紹介しようと思います。ぬるさん、同居人、アットホームで家にいるから同居人ということですね。でエルミさん、ゆうたの友達はどうですか。友達いいですね。パクドンユンさん、中本家もいいですね。枝豆さん、ゆうたんち絶対関西人ですよこの人。なじなさん、またはももさん、たこ焼き姫とたこ焼き王子。たこ焼き姫とたこ焼き王子か。まあこれもいいんですけど、俺ね一個思いついてるのがあって、タミ、俺ね初めタミにしようかなと思ったの。タミ、シティズン、そのユータのタミ、仲間みたいな感じで、ユータミにするのどうって思ってて、みんなどうですか。まあめちゃくちゃその同居人だったりユータの友達だったりっていろいろ意見いただいたんですけど、僕は個人的にタミかユータミがいいなと思ってます。タミ良くないですか。もしね、これも俺の意見なんで、もし気に入ったものがあれば、まあちょっとね悩みながら決定して、なければ引き続きね応募しようかなと思います。はい、番組ハッシュタグはゆうた897、ゆうた897、メールはゆうた897@interfm.jp、ゆうた897@interfm.jp です。じゃあ次の曲に行きたいと思います。次どうしようかな。じゃあミセスグリーンアップル、僕のことミセスグリーンアップルさん、僕めちゃくちゃ好きで、この曲よく聴くんですけど、とりあえず歌唱力ですよね。
もうすごい歌唱力で憧れるなっていうこと。いつかこういうかっこいい曲をね、僕も歌ってみたいなって思いながらいつもこの曲聴いてます。それでは、ミセスグリーンアップルさんで僕のこと。インター FM897 からお送りしている NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 DJ は NCT127 のゆうたです。お送りしたのはミセスグリーンアップルさんで僕のことでした。さて続いてのコーナーに行こうと思うんですけど、この番組はゆうたアットホームというタイトルなんで、僕のお家、僕の部屋という設定でね、やらせてもらってるんですけど、今日スタッフさんから打ち合わせの時にね、ゆうたのお部屋のレイアウトを設定せよというそのお題が来ましたので、ここでねお部屋のレイアウトのお話をしていこうかなと思います。妄想ですよ皆さん。広さそうだな、10畳ぐらいでいいと思う。10畳ぐらいが妥当かな。10畳ぐらいで、壁の色は白か黒を、黒にしよう。黒のそれも石とかでできた壁がいいな。石とかでできた壁がよくて、でカーテンとかは俺なくしたい派なの。カーテンとかをなくして、で窓も小さいの1個で、ソファーとテーブルはソファーはもうめちゃくちゃいいの。もう1個50万ぐらいするソファーをバンってでっかいの置いて、でテーブルはそうだな、テーブルもこういう感じもありだな。ソファーをなくして、もうテーブルめちゃくちゃ長いのあるじゃん。昔のお金持ちがよく座ってる、ほら会議とかでよく出てくるやつで、もう椅子を 2,30 個バーって並べられるやつあるじゃん。あれの真ん中に僕が俺座らせていただいて、でこう会議じゃないんだけど、こうバーって並ばせるのもありだね。こうやって座るのもありだね。自分家だったら人形とかも結構置いていいと思うんだけど、みんなで使う場所だから物とかはあんまりなくしたいわけで、俺結構照明にねこだわりたくて、照明はライトをめちゃくちゃ細かく使えるやつがいいな。でライトも LED の赤とか青とか使えるやつがいいな。めちゃくちゃ金かかるね。多分俺の要望通りにいったらめっちゃすごいことになるよ。そんな感じかな。漫画とかフィギュアとかはそのアットホームの時はやっぱり置きたくないね。みんなと喋りたいから、いろいろということで、そんな感じかな。広さは10畳ぐらいで、壁は黒で石のタイルみたいなのを貼り付けて、で窓は小さめで、机をめちゃくちゃでっかいの買って、みんなでこうバーって並んで座れるやつで、真ん中に僕が座りますというのが僕ゆうたが理想としているゆうたアットホームのレイアウトでした。ここで1曲紹介したいと思います。 NCT127 で Love Song。インター FM897 からお送りしている NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 DJ は NCT127 のゆうたです。お送りしたのは NCT127 で Love Song でした。じゃあ続いては恒例のこのコーナー、ゆうた 's Power Play。 毎週テーマに沿った僕のオリジナルチャートトップ3を発表していこうと思います。今週のテーマはそうだな、僕が練習生の時に結構聴いてたり練習してたりした曲トップ3ということで発表していこうかなと思います。じゃあナンバー3はビリー・ポーターで I'll Be There。 この曲はテイリヒョンかな、テイリヒョンが聴いてたのかな、練習してたのかなんかで紹介してもらった曲で、ビリー・ポーターもすごい歌が上手くて、もう結構曲もたくさん聴いてるんだけど、その中でも結構落ち着いた曲で歌の練習によく使ってましたね。I'll Be There。 でもすっごい難しい曲でもすごいいい曲で、この曲はナンバー3ですね。続いてはナンバー2は
ブルーノーマーズで When I Was Your Man です。この曲をですね、めちゃくちゃ練習生の時に一緒に聴いてましたね。もうブルーノーマーズで歌の練習をするみたいなのが結構 SM 練習生で流行ってた時期で、この曲が一番その低音域から高音域まで全部あるんで、この練習してましたね。この歌の練習懐かしいなですね。ナンバーワンはブライアン・マックナイトで One Last Cry です。この曲はもうレジェンドですよね。この曲は今でもたまに聴きますし、もうこの曲は多分一生聴くんじゃないかなっていうぐらい、好きな曲、 R&B の中でも好きな曲ですね。ということでこの3曲の中から2曲お届けしようと思います。1曲目はですね、ビリー・ポーターで I'll Be There、 そしてブライアン・マックナイトで One Last Cry。 インターフェム897からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム。お送りしたのはビリー・ポーターで I'll Be There、 ブライアン・マックナイトで One Last Cry でした。ユータアットホームにもね、メッセージたくさん届いています。少しなんですけど何個か読んでいきたいと思います。そうだな、今日は何がいいかな。ラジオネームいろはさん。ゆうたくんこんばんは。突然ですがおすすめの映画のホラー映画をゆうたくんに教えてほしいです。ずっと大好きです。おすすめのホラー、俺ね、おすすめのホラーはないですね。ないっていうのはなんでかっていうと、俺ホラー苦手なんだよね。これもゆうたクイズに出そうかって何言ったけどここで言っちゃうね。ホラーあんまり好きじゃない。グロいのとかもあんまり好きじゃないし、でも唯一見た映画は呪音はちっちゃい頃に見てたね。で、俺ホラー見なくなったきっかけ多分呪音だったと思うんだよね。これちょっとネタバレになって言っていいのか分かんないんだけど、その布団の中からこうお化けが出てくるシーンがあったのよ。でそのシーンがもうすごいトラウマで、そっからホラー見てませんね。もう10年ぐらい見てないんじゃないかな。はい、すみません、答えになってないですね。あ、これ面白そうだな。じゃあ次これいきます。わかめスープさん、こんばんは。私事ですが今日中学最後の合唱大会で優勝しました。おめでとうございます。ここで質問なのですが、ゆうたくんの楽しい面白い学生時代のエピソードを教えてください。応援しています。ありがとうございます。これね、面白いって言っちゃっていいのかわかんないけど、まあ中学校時代多少のいろいろ変なこともしましたけど、変なことってめちゃくちゃ変なことじゃないよ。もうふざけておちゃらけもしたこともあったけど、それもまあ今思い返してみればいい思い出なんだけど、俺高校を高1までしか日本で行ってなかったので、さすがに親と相談して高校までは卒業しようっていうことになって、韓国にいながらも1年に2,3 週間行ったら卒業できる通信高校に沖縄の方に通ってたんだけど、1年にね2週間ぐらいしか行かないから、まあ結構人とも喋らないかなと思ってたし、友達もできないんじゃないかなと思ってたんだけど、やっぱ通信高校ってすごいたくさんの人が集まるから、こう3日目ぐらいで仲良くなっていくわけよ、みんなと。めちゃくちゃ地方から来てる子もいれば地元から帰ってる友達もいて、ですごい多種多様な話だったりで盛り上がっちゃって、でも卒業式もしたんだけど、卒業式になる頃にはめちゃくちゃもう友達になってたのよ。その友達が最後卒業式の時に今までありがとうございましただったり、お父さんとお母さんに感謝のスピーチをする時間があったのよ。でそのスピーチだったり、お母さんとお父さんに感謝の気持ちを伝えたりするその誠意にすっごい感動しちゃって、もうポロポロ泣いた記憶がありますね。それは学生時代の面白いエピソードというよりかは、なんかすごい不思議な気持ちになりましたね。あ、人ってこんな何週間でも人のために泣けるんだとか、
こんなに情が映るんだとかっていうのは人生で初めてその時に経験したんで、すごい不思議な感覚でしたね。今もまだ鮮明に覚えてるもん。なんていうか知らないけど、自然にこう涙がポロッと出る感じ。よかったなーって未だに思い出しますね。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームヒッキーさん。ゆうたくんこんばんは。いつもラジオ楽しく聞いています。今年私は受験生でたくさん変わることがあったり、状況が厳しくなりつつあったりしてるけど、 NCT127 の曲を休憩時間に聴いて気持ちを奮い立たせて頑張ってきました。もうすぐ受験が始まるので受験生に一言お願いします。受験生か。そうだね、まずね、受験生今まで本当にお疲れ様です。もう今までねこう頑張ってきたものをぶつけるだけなので、もう単純にもう今までお疲れ様でしたと、頑張って自分の力を精一杯発揮できるように頑張ってくださいって言いたいですね。あともう受験生ってすごい大変な時期じゃないですか。でもその受験、俺いつも言うんだけど、結果って別に後からついてくると思ってて、その受験を頑張れた期間っていうのは絶対に後々に自分にとってプラスになるし、だからそこに意味を置いてほしいね。もしねダメだったとしても、それだけできた自分っていうのに自分自身褒めてあげた方がいいと思う。それってねなかなかできることじゃないから。でもね、受験ね落ちても受かっても全員もうよく頑張った、マジでって言ってあげたい。お疲れ様です。最後ね頑張ってね。じゃあラジオネームミトさん。ただいまおかえり。ゆうたくん、今日もとてもゆうたくんが大好きです。私は今高校生なのですが、将来やりたいことが決まりません。同年代の時に一人で渡韓したゆうたくんのことを本当に尊敬しています。そこで渡韓することを決めた時のお話が聞きたいです。これ初めて聞かれたかもね。まず俺が韓国に渡るってなった時にちょこちょこお話ししてるんだけど、まず中学生ぐらいの時に何になりたいんだろうっていうのを思ってて、でほらこの前も言ったじゃん、俺ヒーローになれると思ってたとか、ちょっとねぶっ飛んでたから、ちっちゃい時特に。だからなんか普通の職に就くと、もちろん普通の職に就くのもすごいねいいことなんだけど、じゃなくてなんかもっと変わったことしたいなっていうのが頭の片隅にあって、いつも。でその時にちょうど東方神起先輩の曲を聴いて、かっこいい、自分もこういう風になりたいと思ったのがきっかけで歌手を目指そうと思いました。でこうやりたいってなったらもうやりたいっていう人だから、じゃあ歌手になるためにはどうすればいいんだと思って、まずはオーディションだと思って、本屋さんに毎回ね、学校終わりに毎回本屋さんに行って、チラシとか見たらオーディション応募のところがあるわけで、そこでどのオーディションがいいかな、どれ受けたら自分ちょっといけそうかなっていうのを考えながら、もういつもチェックしてたわけで、それをしてて、結構経った時ぐらいにたまたまその本屋さんで見た雑誌に2012年、大阪でグローバルオーディション SM のね SM エンターテインメントのグローバルオーディションが開催されるってことにあって、ここだと思って、もうすぐ父と母には言わずに受けに行きましたね。だから合格したことも後になって父と母は知ったし、めちゃくちゃそれは反対されましたよ、初めはね。なので高校生なんですけど、将来やりたいことが決まりませんってあるんですけど、無理に探す必要はないんじゃないかなと思いますね。なんかやりたいこととかあれば別なんですけど、探すっていうのも大事なんだけどね。だからとりあえず何かをやってみるっていうことが大事かもしれない。何でもいいし、もうバスケット好きならバスケットやってみる。ちょっと今 YouTuber の人とめっちゃ人気じゃん。だからそういうのを見てて、こういうことしてみたいなとか、だったらそういうのを挑戦してみるのもありだし、将来やりたいことがなかったら別に今までより過ごしてもいいと思うし、何かやりたいことが見つかったっていう時にアクションを起こせばいいと思います。なのでそんなにね焦らず
ゆっくり肩の力を抜きながら自分らしくね、生活していってほしいなと思います。頑張ってください。応援してます。お、これ面白そう。ラジオネーム笹さん。ゆうたくんこんばんは。以前から免許が取りたいと言っているゆうたくんですが、もし免許を取ったら一番最初にメンバーを助手席に乗せるとしたら誰を乗せたいですか？まだまだ大変な日々が続きますが、ゆうたくんが健康でいてくれることが一番なので、体調には気をつけて過ごしてくれたら嬉しいです。ありがとうございます。免許取りたいですね。もう2021年の目標の一つに免許は入ってますからね。免許を取ったらまず誰を助手席に乗せたいかっていうことですよね。マークかな。マークを乗せたいですね。でマークを乗せたとしたら多分ジョーンが嫉妬するんで2番目がジョーンになるんじゃないでしょうか。そうだな。そうなると思いますね。マークはやっぱね、助手席乗りながらいろんな話したいですね。マークとね、結構いろんな話するんですけど、ドライブしながら一回深い話とかやってみたいなと思います。ジョンを乗せたら絶対にね、こうふざけてくるんで、初めに乗せるのはちょっと怖いな。ふざけて事故ったりとかしたら嫌だし。そんな感じかな。その他のメンバーも乗せますという感じですかね。ということでですね、その他にもたくさんのメッセージをいただいてます。また次の機会にたくさんのみんなのメッセージを紹介していきたいと思います。それでは今週のラストナンバーに行きたいと思います。ラストナンバーはですね、NCT U の Make a Wish。 Make a wish。お送りしたのは NCT U の Make a Wish でした。今週の NCT127 ゆうたのゆうたアットホームいかがだったでしょうか？皆さんどうでしたか？もう僕もすごい楽しかったです。やっぱりラジオってこうね、一人でやってるんだけどみんなのそのリアクションだったり反応を想像しながらやるから、なんか面白いですね。楽しんでくれたら嬉しいなと思います。皆さんの声も僕にどんどん届けてください。番組ハッシュタグはゆうた897、ゆうた897、メールはゆうた897@interfm.jp、ゆうた897@interfm.jp です。そしてですね、2月17日発売ミニアルバムラブホリック、トラックはですね、皆さんももう知ってると思うんですけど6曲あります。僕が一番好きなのは全部好きなんだけどファーストラブが好きですね。ファーストラブとあとライナーが好きですね。ライナー、ここね、俺結構レコーディングもうまくいった曲の中の一つでもあるので、みんな俺の声に注目しながら聴いてほしいなと思います。みんなの声も注目して聴いてほしいんだけど、中でも俺の声を注目して聴いてください。あとね、au あるじゃん。au キックイットは韓国語のままなんだけど、ここに入ってるね、意味もちゃんとあるんで、またゆっくり一曲ずつね、その辺は、みんなにお伝えしていこうかなと思います。そしてですね、今回の、ラブホリックのアルバムにはネオシティバックステージ映像だったり、富士急でメンバー初めてね、富士急一緒に行った映像だったり、そしてジャケット、ミュージックビデオのメイキング、いろいろな映像が収録されています。ファンのみんなとの、そしてメンバーとの大切な思い出なので、ブルーレイに残してずっと大切にしていきたい映像です。初回限定タブロイド版にはみんなに NCT オフィシャルツイッターで募集したラブなもの、ホリックなものというお題の質問にもメンバーが回答していますので、その辺もぜひ楽しみにしてもらいたいなと思います。それでは来週もインターフェム897でお会いしましょう。金曜日夜11時になったら僕の部屋へまた遊びに来てください。DJ は NCT127 のゆうたでした。それではいってらっしゃい。おやすみ。